ポテワングランプリ開催決定ということでですね、今回はですね、岐阜となどですね、優勝者には豪華製品だったりとか、優勝しなくてももらえるような大会にしていきたいなと思います。また近日ね、公開していきたいなと思いますので、チャンネル登録とフォローだけしておいてください。おつこちこんぽんポテトションポテト分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、チェフにも100本シュート打ってみたやっていきたいなと思います。いやー、ということで今までね、こんな感じで100本検証やってきましたけども、ついにね、コメントでもかなり多かった、一番いただいてたかな、というところでチェフをねやってみようじゃないかと、どんなもんなんだということでやっていきたいなと思います。で、実際チェフね、一番やっぱこの中でも身長高いし、能力もねそうなんだけども、期待大だろうっていうところでね、で以前の一応記録で言うとこんな感じで、大体 35% とかこの辺を超えてくるとね、かなり熱いって感じなんですけど、この辺が分かれ目かなって感じなんですけども、チェフがどうなるのかっていうところですよね。で、皆さんどう思います？どれぐらいだと思いますか？予想もしながらぜひ見ていただければなと思います。ということでいきましょう。検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になってます。ペナ前から打ってね、ファーに向かってシュートを打っていきます。ゲージは 40% 以上ぐらいかな。で、調子は普通で固定をしています。キッカーはね、絶好調のメッシになっていきますね。ポストや枠外はノーカウントという形でやっていきます。で、チェフの能力はこんな感じ。はい、ということで、いや、これ冷静に見てめちゃめちゃ強いよね。今まで通りバランスよくね育ててきました。97、97、97ということでね、能力的には多分一番高い形になるのかな。この大事な3つ要素3要素で言うとね、一番高くなるかなと思いますので、これでねこのチェフを使ってやっていきたいなと思います。で、今回もセーブ集失点集という形で分けて見ていきたいなと思いますので、いきましょう。まずは失点集からいきましょう。いやー、今回どうですかね。一番身長が高いのでね、期待大ではあるんですが、なんかね、心なしかね、シュートのコース見ているとね、割とポストギリギリ目が多い気もするんだよな。どうかなそんなになんか内側入ってる感じもしないというか。はい、よく見ていただきました。やっぱりコースギリギリなの多くないっすか？勘違いかな。そんな気もするんですけども、はい、勘違いかな。ちょっとわかんないですけども、これをじゃあ今度はねセーブ集見ていきたいなと思います。こっからはセーブ集ですね。全部止めていきますけども、ぜひね先に気になる方どんどん飛ばしてくださいね。いや、今回は正直でチェフはねめちゃめちゃ止めてたと思うやってた感じで言うと、いやこれも止めんのって感じじゃない？いやすげえな。いやシンプルになんかファインセーブ多くね？勘違いかな。いやめっちゃ止めるな。おお、陰性やばいね。はい、見ていただきました。いやこれやばいっしょ。ちょっと止めすぎじゃない？これねちょっといっぱい出しちゃってると思います。皆さんに抜粋を見せるんですけど、多分ちょっといつもより多めに出てんじゃないかな。ちょっと見てほしいなと思いました。いやてかねもう怖い正直やっててね、ちょっともう怖かった。入る気しないしと思ってやってましたね。連続6セーブぐらいしてたんじゃないかな。さあ、じゃあ結果をちょっと見ていきましょうか。期待持ちながらいきましょう。こうなりました。はい、ということで一番下になります。いや出た、ついに 40% 超えたぜ。さっき 35% 超えたらとか言ってたけど、正直ねこの検証を5% 前後5本前後はね、正直ブレてもしょうがないかなとは思うんですけど、でもちろんねシュートが良くない時ももちろんあるはある
とは思うんですけどね。いやまあそれにしてもかなり止めてたっていう、ここまで止めたのすごいなと思いましたね。てか何がさ出てきて1週間はバフかかってるだよね。チェフに関してはまずダブルブースターのチェフ出てきてないからね。これ相当前のだぜ今から言ったら。なんかね止めて当たり前っていうか当たり前のように止めてたんだよね。これいやたまたまなのかな、どうなんだろう。まあもちろん言うまでもなくね、シンプルなこのシュートにおいての話ですから、まあ今回とかね、そういったところはまた違ってくるかもしれませんのでね、今回の研修においてということになっていきますが、そこだけ了承ください。ということでちょっとね、比べていきましょう。まずはですね、ポストから内側にボール2個分以上離れているシュートですね。ブッフォン、シュマイケル、カーン、チェフという形で持ってきましたけども、まあこう見ているとね、まあそんなに変わんないんじゃないかなっていう気はしちゃいますよね。で、まあなので一応今回ワーストもね、ちょっと比べていきたいなと思うんですけど、ワーストだけ見ていくとこんな感じ。はい。で、影がこの辺なんですけど、チェフはね、ここの辺ですね。で、これ線引くと分かりやすいんですけど、まあ若干かな、若干チェフがうちがまあカーンと同じぐらいなのかな、でもなのでまあこの辺はもしかしたら誤差レベルの話かもしれないですね。まあ、もちろんこれが全てではなくて、まあ、誤差レベルの話かもしれないですね。たまたまこんぐらいだったっていうだけかもしれません。じゃあもう一個比べておきましょう。はい、このねいつも通り固定カメラのこのシーンで比べていきたいなと思うんですけど、まあ同じモーションとまではいかなかったんですけど、まあ今回比較的そうなものがあったんで、ちょっとね比べていきたいなと思います。まあ今回こんな感じで比べてね重ねて比べていきましたけども、ゆっくり見ていきましょうか。はい、このシーンですね。はい、ここですね。ちょっとねずらして見ていくと、上からブッフォン、シュマイケル、カーン、チェフみたいな感じなんですけど、まあこう見るとね、まあチェフも若干違う角度に飛んじゃってはいるんで、まあなんとも言い切れないですけど、ただシュマイケルと同じぐらい、まあもしくは角度によってはチェフの方が伸びるのかもしれないな、そんな感じがわかるかなと思います。というところで目で見てね違いが分かったので、今日は結論です。セービングが極まってくるともはや怖いとします。はい、ということでねいろいろ見てきましたけども、まあもちろんねいろんなこう根拠とか近距離とかも気になってくるんで、今回でねチェフが最強とは言い切らないようにはしておこうかなと思います。まあたまたまの可能性もちろんありますからね。はい。でまあそれはそうとですね、やっぱりちょっとねやっぱ怖いもう怖かったな最後。これも止めんのかみたいな感じにはなってましたね。こんなん見ちゃうとさ、もう使いたくなるやんチェフも正直ガチスケ使ってなかったけどチェフでいいかなって思い始めたもんねでね、あと勘がいい人はゴールキック左足で蹴ってたからゴール近いんじゃねみたいな、ポジションまでが近かったんじゃねとかね思う人もいるかもしれないと思うんですけど、まあ確かにそれありえるかなと思ったんですけど、さっきのね固定カメラのやつ見ていただけば分かるとですね、立ち位置はそんな変わんないんですよね。なのでこの辺は差がなかったかなと思います。でとなってくるとね、やっぱ身長がものを言うのかなという形にはなってくるんですけどね、まあどうなんでしょう。まあ個人的にはですね、能力が低くても身長が高い系の、まあ、2メートル級とかね、この辺でもちょっとやってみたいかな、それでどうなるのかなっていうのは、見てみたいなと思います。でまあね、あとは何度も言ってる通り、今回がたまたま良かっただけの可能性もちろんね全然ゼロではございません。100本やってるとはいえね、ただその辺に関してはね今後まあ検証いろんな角度でやっていけばね、これがたまたまだったのか必然だったのかっていうのはねまた見えてくるかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、ということで皆さんのね考察等も教えていただければなと思います。ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、で最後ね雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いやー今回はチェフはやばかったね。ちょっと今まででなんだろうね、これかなりアップデート変わったのかね。今までチェフはさなんかまあ止めるけどシュマイケルのが結局みたいなとこあったもんね。じゃあ今後のね検証がいろいろ楽しみになってきましたね。っていうかチェフに関してはまずダブルブースターのチェフ出てきてないもんね。そう考えたら結構今後えぐいな。あとね G だ、ごめん G だ、俺ね多分持ってないんだよね、守備的な G だ。なのでごめんなさい、今回検証できないんですけど、またジーダ出てきたらねまたやりたいなと思います。よろしくお願いいたします。あとは今回かな、なんだろうね、何が一番気になるかな、また今後ねやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はねチェフについてやってきました。いやかなりの成績を残しましたけども、またね、いろいろやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。